こんにちは、ゆうすけです。ここは僕の家の近所です。千葉市です。今日は気温は高いけど雨が降りそうですね。喋ってる間に雨が降るかもしれないです。ちなみにここは観光地じゃない普通の街なんで、歩いている人のほとんどはこの辺りに住んでる人でしょうね。皆さんの国では気温はどうですか？北半球の国では気温が下がってきました。南半球の国では夏が近づいてきたんじゃないですかね。季節の変化って楽しいですね。服装が変わるし、生活スタイルも少し変わるんで、気分転換できます。僕は自宅でオンラインレッスンをやってるんで、エアコンなしで過ごせるのは快適です。まあ季節の変化よりもっと嬉しいのは、最近僕のレッスンに来る人が増えてます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ただ最近レッスンが混んできて、予約ができる時間が少なくて申し訳なく思ってます。12月か1月ぐらいからレッスン時間を少し増やすんで、希望する時間に予約できない人は少し待っててください。でも日本語レッスンで何を話せばいいかわからなくて不安に感じている人が多いみたいですね。もし何を話していいかわからなければ、トピックは全部僕が用意するんで、何も気にせず、何も準備せず来て大丈夫です。無言になって気まずい時間とかそんなのないですよ。すいません。道じゃない場所を歩いてました。どんなレッスンをやってるかちょっと見せましょうか。こんな感じです。それじゃあ B の写真を見てください。はい。彼はう何をん。していますか？いや、泥棒みたいな人なんですけど、どっかに入ろうとしているみたいですよね。うんうんうん。うん。彼はなんか、どこかに入ろうとしてますよね。で、うんうん、そうですね。具体的に言うと、彼は何をしようとしてますか？わからないですね。日本語で何て言ったらいいのかわからなういんですけん。ど、うん。He is trying to open the lock. Open そう the で lock. すね。うん。鍵を、うんうんうん。開けようとしてお、ますかな。完璧ですね。そう。うん、彼はうん、鍵を開けようとしています。うん、うん。うん。それで完璧ですね。はい、はい。マスクしているので、うん。すぐ、泥棒だってわかりますよね。うん、そうですうん、ね。彼はうん。具体的にどんな服装をしていますか？黒い服を着てますよね。うんううん。ん手袋とか、うん。うん。マスクとか、うん。暗い、セーター着てますよね。そうですうん。ね。黒い服を着ています。黒いマスクをかぶっています。うん、うん。うん。そかぶっていれと、ます。うん。かぶっていますか？うかぶっていん、ます。ウェアですうん、ね。マスクをうん、かぶっています。黒い手袋をしていますと言いましたね。うん、うん、うん、うおん、うん。そらく日本人はこれを手袋と表現しないんですよ。
あ、そうですか？ほとんどの日本うん。人は、これをうん。軍手と表現します。軍手ですか？うん、軍手をしていますって言いますか？言いますね。うんうん彼はうん。黒い軍手をしています。軍手うんというのうん。は、作業用の手袋ですね。ワーキンあググあ、ローブ、うん。うガーデニングんうんうグローブ。んうん。日本語でフリートークを30分続ける自信がない人でも、写真を見ながら話すと、40分でも50分でも楽しく話せます。きっと価値ある時間になりますよ。僕が日本語レッスンをやっていて、いつも疑問に思うことは、語学学習はどんな能力が必要なんだろうってことです。才能か、努力か、興味か。興味というよりも好きという気持ちですね。必死でやってる人よりも、好きでやってる人の方が優れるということはよくあります。理由は簡単で、語学学習は100メートルのような短距離走じゃなくて、フルマラソンのような長距離走だからです。必死でやっても10年続けられないけど、好きなことなら10年続けられますよね。だから物事を極めるには、好きだからやってるという状態が理想です。ちなみに好きという気持ちはある意味では才能なんですね。その良さが分かるってことなんです。僕はピカソの絵を見ても好きという気持ちはないです。その良さが分からないです。でもある人はその絵を何度も見に行ったり、大金を払ってでも欲しいと思います。僕はそれが好きだと思わないってことは、その良さを見抜く才能がないんですね。だから好きという感情がある、それだけでも才能があることだと僕は思ってます。それと日本語が好きという気持ちだけじゃなくて、もう一つ僕が重要だと思うことは、時々出てくる強い感情です。強い感情っていうのは、喜びとか怒りとか不安とか希望とか、あるいは負けたくないっていう気持ちとか、それを強く思うことです。例えばある日本人が好きで日本語を話してその人と仲良くなりたいとか、理由はわからないけど自分は日本語を話せるようにならなければ気が済まないとか、そういう思いが強いことです。日本語が好きという気持ちと同時に時々強い感情も必要だと思います。不安とか怒りのような一見するとネガティブな気持ちは、その強烈な感情で結果が出るまで自分を動かし続けます。特に若い時は衝動的な強い感情が出やすいんで、その感情を語学学習に使えたらいいですね。
10年使ってゆっくり学習するなら好きという気持ちだけで十分ですけど、実際は10年後じゃなくて今日本に来たいですよね。今日本語を話したいですよね。のんびり勉強してるほど僕らの人生は長くないんですよ。なのでその強い感情で100メートルだけ走れば10年かかるマラソンを5年で終わらせることができるかもしれません。ずっと息を止めてフルマラソンを走ることはできないけど、どこかで一回息を止めて100メートルだけでも全力で走るとゴールまでの時間は大きく短縮されます。まあこれは僕の考えなんで人それぞれですけど、どう感じますか？時々全力で勉強すれば少しでも早く日本語を話せるようになるはずです。もちろん僕のレッスンに来れば僕がその気持ちを必ず引き出します。日本語の成長が楽しいと思わせます。僕はめちゃくちゃ全力でやってるんですけど、レッスンを受ける人は気軽な気持ちで来てください。まあとにかくずっと強い気持ちじゃなくてもいいんで、何年もかかる長い学習の中で5ヶ月6ヶ月だけでも全力でやると結果は大きく変わるはずです。はい、じゃあ今日の動画はここで終わりです。それとこの動画で会話レッスンをしてた人はドイツ人のダービッドさんです。ご協力ありがとうございました。ダービッドさんはこの動画で見るよりももっと日本語が上手な人ですよ。それと僕は将来的には時々レッスンの様子を YouTube 動画にしようと思ってます。まだ何も作ってないし試しにやってみようかなって思ってるだけなんで、今まで通りこのチャンネルは僕が歩く動画が中心になるんですけど、時々そういう動画も作りたいと思ってます。なのでダービッドさんみたいに YouTube に出演してもいいと思ってる人がいればレッスン中に僕に言ってください。もちろん YouTube を見るだけ、レッスンをするだけ、それでも大歓迎です。はい、それじゃまた。